こんにちは、G リプトです。本日も仮想通貨ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポストさんの提供でお送りしております。コインポストさんが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。今年は去年以上の規模で超ビッグゲストも来るとのことなので、Web3 ブロックチェーンに興味ある方は間違いなく楽しめると思います。連日タイトルスポンサーも次々と決まっておりますね。なんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。またこの WebX のチケットに関しては、5月中の購入でかなりお得な価格で買える状態になってますが、概要欄のリンクから飛んでいただくと、さらにそこから 20% オフで購入できるようになってますんで、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。では、ここから通常通り界隈の状況を見ていきたいと思います。まずビットコイン関連から見ていきますと、昨日の米国のスポットビットコイン ETF のフローが更新されてまして、結果としては全体でプラス 2.5 億ドルの純流入を記録しています。内訳としてはブラックロックの IBIT がプラス 0.93 億ドル、フィデリティの FBTC がプラス 0.67 億ドル、アークの ARKB がプラス 0.62 億ドル、他ではバルキリーもプラス 0.18 億ドルと続いています。GBTC の流出がない状態で各社流入してますんで、全体でも大きなプラスとなってますね。一方、香港の ETF は未だマイナスとなってます。スポットビットコイン ETF は全社流出、イーサ全社ゼロと、全体でマイナス 0.13 億ドルの純流出となってます。こちら未だ元気がない状態ですね。あと ETF 関連では、モルガン・スタンレーが 2.7 億ドル相当のスポットビットコイン ETF の保有を明らかにして話題になってます。グレースケの GBTC を 2.69 億ドル、アークの ARKB を230万ドル保有となってます。先日のミレニアムマネジメントの20億ドル相当の保有と比べるとですね、インパクトないですが、今までビットコインや仮想通貨に消極的なコメントばかり出してた投資銀行側のモルガン・スタンレーが少しでも ETF を保有しているというのは明るい話題の方に入るのかなと思いますね。あとは CME がビットコインのスポット取引を開始するのではないかという噂が浮上しています。これをまた関係者筋の話によるというソースが薄い情報なんですけれども、世界最大の先物取引所 CME が現物取引に参入するとなると大きな開発が生まれるのではないかということで現在注目されています。ただこれは仮想通貨市場全体で見たら当然いいファンドなんですけれども、仮想通貨取引所界隈だけで見たら結構深刻でですね、今まで仮想通貨取引所に需要があったのは、こういう既存の金融取引所が仮想通貨を扱ってなかったから需要が生まれてたわけで、CME とかですね、既存大手が参入してくるとなると、現在の仮想通貨取引所のシェアが減るんじゃないかと、取引高も徐々に減っていってですね、最悪廃業に追い込まれる可能性もあるんじゃないかということで、現在一部でざわついております。アルトとか、その他ミームの取り扱いでは需要は残るかもしれないですけど、今までの取引所の例を見るとですね、アルトミームだけの取引所って、やっぱり大体が潰れていきましたから、やっぱりビットコインとかですね、イーサの取引で資金を集められないところは厳しくなると思うんですよね。なので取引所トークンとか持ってる人は少し動きを見ておいた方がいいかもしれませんね。ビットコインの価格は65,500ドルあたりを推移しております。昨日発表された指標の方では、米フィラデルフィア連銀景況指数が予想の 8.2 に対して結果は 4.5 と、米新規失業保険申請件数も予想の 21.0 万件に対して結果が 22.2 万件と、また米経済の悪化が示された形となりました。また日本の GDP も予想のマイナス 0.4% に対して結果がマイナス 0.5% と予想を下回ったことが話題になってますね。あと要人発言の方では、リッチモンド連銀総裁がインフレが下がるにはもう少し時間がかかると、またクリーブランド連銀総裁も高金利を長く維持するのが賢明だと、どちらも利下げを先延ばしにするような発言をしたことで、また金利が上昇して市場全体が調整ムードとなっています。米国債金利が 4.37 と上がってまして、ナスダックが 18,550 ドル、S&P500 が 5,297 ドル、ダウ平均が 39,860 ドル、金ゴールドが 2,377 ドル、日経平均が 38,720 円、ドル円が 155.7 円となっております。個別株の方では先ほどの CME ファンドの影響からか、コインベース株が比較的弱くなってまして、1日でマイナス 9.4% の下落を見せています。最近システム障害などもありましたし、風向きが良くないですね。ビットコインの先物の方では OI が全体でマイナス 0.15%、額として311億ドル相当、昨日の増加からまだ保っています。比率としては全体ではロングが 51.5%、マイナスミはロングが 51.9% と若干上入りになっています。またオプション市場の方では5月末、6月満期の叩きを見ると6万ドル以下のプットが目立ってまして、
短期では市場は下を見ているのではないかという見方もできますね。今後の指標としては本日5月17日に10億の小売売上高、FRB 理事らの会議出席、5月18日にロシアの GDP などが控えております。市場全体で見たら、需要指標後の金利急落から反発して、定値を更新した指数がそれぞれ調整に入っている状態。仮想通貨市場単体で見たら、他市場の動きと連動はしているものですね。スポットビットコイン ETF の流入が回復傾向で、各ファンドの ETF 保有状況も連日話題になっている状況ですが、デリバティブ市場は一応短期下目線、そして CME の参戦の噂で、また盛り上がってはいますが、取引所界隈はちょっと警戒が走っているといった感じだと思います。チャートだけ見たら6万6000の攻防で弾かれた形となってまして、6万4000の攻防に向かおうとしておりますが、重要指標も終わったので、少し楽観的になってもいいのかなと思いますね。仮想通貨市場が単独で強くなれるのかが鍵になりそうです。今後の市場動向に引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2950ドル、BTC 建ては 0.0451 と毎日下がってます。先物の方ではオイが全体でプラス 0.6%、額としては106億ドル相当、比率としては全体ではロングが 52.0%、バイナンスミはロングが 81.7% と上寄りになっています。連日いいファンドが出ず、厳しい展開が続いております。ビットコインが6万5000ドル台で3000ドルを下回るパフォーマンスになってしまいましたね。チャートだけ見ても反転に期待できるような形ではなさそうです。再度2800で耐えられるのか、またそこを抜けた後、2600のラインで耐えられるのかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あと、ここからその他の動向になります。先日会員の方で可決して話題になった SEC の会計ルール廃止法案が上院でも可決したことが話題になっています。60対38で可決と。この SEC の会計ルールはですね、企業が仮想通貨を保有している場合、貸借対照表に負債として記載しなければならないルールとされてまして、これが企業、その他銀行が仮想通貨市場に参入できない要因の一つとされてました。今回その会計ルールを廃止する法案が上院で可決されています。ただこれに関しては先日も取り上げた通りですね、バイデン大統領が先に声明を出してまして、この法案が下院上院を取ってきたとしても、最終的に俺が否決すると釘を刺してますから、この法案が成立する確率は低いとされています。やはり大統領が変わらない限りは、米国の仮想通貨事情も変わらないと見ていいのかなと思いますね。米大統領選ももうすぐですが、アメリカの企業、銀行が難なく仮想通貨を保有できる時代が来るのかにも注目ですね。あとはフランスの規制当局 AMF がバイビットに新たな警告を出しています。DASP の無登録運営で警告と、2022年5月にブラックリストに登録されて、未だにサービスを提供しているということで、AMF は今後バイビットに対して執行措置の可能性を匂わせています。AMF はですね、金融及び金融法の条項に基づき、このプラットフォームのウェブサイトをブロックするために法的措置を講じる権利を留保していると声明を出しています。リブランドしたマントルの価格は現在 0.97 ドル、BTC 建てはマイナス 1.1%、時価総額は37位ですね。CME の件とこの件で厳しくなるのかなと思ったんですけども、意外と耐えてます。様々なところから刺されているバイビットですが、こちらも生き残れるのか注目ですね。あとはセクハラ疑惑が浮上していたエクリプスの CEO、ニール氏が結局退社したようです。当初エクリプス側がセクハラ問題により CEO を交代すると声明を出してたのに対して、このニール氏はですね、事実無根だけど公務は控えるみたいな感じで反論してたんですけど、今回エクリプス側は新たな CEO にテティ氏を任命してまして、ニールの X を見るとですね、エクリプスの文字が消えてます。最近創業者の撤退よく見るようになりましたけども、このエクリプスもここから立て直せるのか注目ですね。あとここからアルト関連になります。世界最大の証券決済システム企業と呼ばれている DTCC がチェーンリンクの CCIP プロトコルを利用して資産のトークン化 RWA 試験を完了したと報告しています。今回試験されたスマート NAV はチェーンリンクの総合運用性プロトコル CCIP を使用してプライベートまたはパブリックブロックチェーン全体にファンドの NAV データを反映し標準化されたプロセスを確立したとされています。共同参加者に BNY メロンとかエドワード・ジョーンズ、フランクリン・テンプルトン、インベスコ、JP モルガンなどですね、大手の名前が並んでいるのも話題になってますね。リンクの価格は市場全体が厳しい中強く伸びてまして、現在 15.6 ドル、BTC 建ては1日でプラス 14% となってます。時価総価17位ですね。RWA の話題でよく取り上げられるリンクですが、ATH までまだ遠くなっております。こちらも再浮上できるのか注目ですね。あとは先日、トンチェーン上でのエアドロを発表したノットが各取引所への上場を果たしています。
テレグラムミニアップズのユーザーを対象に総発行枚数の約 78% エアドロップしたのが話題になってますね。ノートの価格現在 0.007 ドル、上場時は一時 0.037 ドルをつけてます。時価総価102ですね。もうすでに時価総価が高いように見えますが、テレグラム関連なんでちょっと読めないですね。現在時価総価9位のトンとも単価で比べられそうなんで、一概にここが天井とも言えない気がします。こちらも今後どのような値動きになるのか注目ですね。あとはソラナの DEX、ドリフトがエアドロップを開始してます。トークンの総供給量は10億枚、そのうちの 12%、1.2 億枚がエアドロとなっています。ロック期間が長ければもらえる量も多くなる仕様で、売り圧を軽減するための措置とされています。ドリフトの TVL は 3.4 億ドルと伸び続けています。すでに各取引所にも上場してまして、コインベースも上場を発表してますね。ドリフトの価格は現在 0.29 ドル、総発行枚数換算だと時価総額 2.9 億ドルなんで、200位あたりでしょうかね。昨夜の上場から落ち着いてはいますが、今でも資金が集まっているソラナ系なので、これも今後伸びるのか注目ですね。あとはソラナのパンプファンがフラッシュローン攻撃で約 12,300 ソル、200万ドル相当のエクスプロイト被害を報告しています。このパンプファンはですね、ユーザーがたった数ドル程度で簡単にトークンを発行できるということで、つい最近話題になってましたけども、もうエクスプロイト被害に遭ってます。パンプファンはですね、当社は侵害されたことを認識しており、その問題を調査中ですと。攻撃者はこれ以上資金を流用できないように契約をアップグレードしましたと。現在プロトコルの TVL は安全ですと。取引を一時停止しました。現時点ではコインの売買はできませんと。当社は利用者の安全確保に努めるとともに、被害を最小限に抑えるために法執行機関を含む関係各所と連携して取り組んでまいりますと声明を出しています。ただその後ですね、元従業員の仕業だったというのが発表されまして、事態が急転してますね。ユーザーがほぼ無限にミームを作る時代になってますが、その他のミームが価格を保てるのか注目ですね。今日はこのところですかね。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。